皆さんこんにちは。チャプター6書店主の森本萌乃です。見てください、もう天国です。今ヨーロッパの人って冬と夏で性格が違うらしくて本当に分かりますよく。で、私も今日はお仕事終わって今4時ぐらいかな。日も長いので今から本を読もうと思って広場にやってきました。もうね、普通のいいでみんな日焼けとかしてますね。こっち来ると忘れちゃう、紫外線対策を。それぐらい気持ちが良くて、なんか人生って価値観いろいろあるなといろんな場所行き来してると思います。では Vlog、 今回パリで読む本いろいろ紹介していきたいんですけど、ちょっとどんな感じになるか分かりませんが行ってみたいと思います。最高、初夏のパリ。今雨で雨宿りがてら入ったカフェでパッと読んじゃった。私はあなたの瞳のリンゴ、舞城大太郎さん。可愛かった、めっちゃ良かった。電子だとさ、ページの感じが分かんないんだよね。それがちょっとあれですけど、よかった。雨止んできたかな。雨宿り大成功。パリ雨で今雨宿りしてたらちょっとやめてきたんで家帰ります。よかったな、舞城大太郎さん。男の子目線のラブストーリー、しかも短いし、ちょっとチャプターズ選手入れるかどうしようか考えます。ヨーロッパ傘さしてないからみんなフード付きのパーカーめっちゃ重宝します。今日はいい天気なんでお仕事帰りに読書しにルクサンブール公園に来ました。今ババヤガの夜読んでます。めちゃくちゃバイオレンスアクションヤクザ小説です。楽しみます。でもね、もう結構前半読んでるだけなんだけど面白くて楽しみです。そして隣の男の子も本読んでて、何読んでんだろうね。みんな本読んでます。公園でいいですね。隠し撮りはい、楽しみます。読書。パリの公園みんな本読んでて、私も読み終わりました。気持ちよかった。なんかいつもパリに持ってくる本を最近間違えちゃう、このババヤガの夜ももうちょっとなんかこの公園にふさわしいうっとりするようなものが良かったけど、ドンパチ、ヤクザ、バイオレンスでも疾走感があって良かったな。このタイトルが難しそうだなっていう、神話っぽいなとか、なんか海外文学の小難しさがあるのかなみたいな、こんな素敵な賞を受賞ってことはとか思ったけど、なんてことない。めちゃくちゃ面白くて読みやすくて、ちゃんとギャフンとニヤッと笑えるミステリーでした。読了した時にんってなってスマホで調べて、わかるってちゃんと腑に落ちたんだ。だから自分一人では腑に落ちなかったんだけど、トリックとかちゃんと 100% 理解できたわ。よかった。ババヤガの夜これいいですよ。めちゃくちゃ面白かったけど、新宿とかで読んだ方がいいと思う。このパリじゃなくていいと思う。One is being so good. Should I shoot the exact timing like people he's いい天気だ。カナルサンマルタンでピクニックです。今これで夜の8時半です。すごい。ピクニックすっかり遅くなっちゃって気分がいいのでアイスクリームを食べながら帰ります。もう今10時か。美味しいアイス、そしてめっちゃ楽しかったピクニック。もう超幸せ。ヨーロッパの夏
ずっと寒かったんで嬉しかったです。天気が良くて。お家に帰ります。体調が悪いんですけど、今からちょっとお仕事して、ダメだ、今日喉痛いしなんか風邪ひきそうと思って寝てたんですけど、なんとこんな日に友達がプラダを着た悪魔2のチケット取ってくれたんで、今から向かいます。サングラス今回持ってきてるのたまたまプラダだったんで、一応プラダをねつけて、本当なんで今日なんだろう、楽しみにしてたのに。今日はこのルグランレックスっていう映画のプレミアとかもよくある、ちょっと由緒正しきっていうのかな、映画館に行くので、それも含めて楽しみなんですけど、体調不良っていうね。到着しました。モンヌベルです。グッドニュースっていう駅の名前なんですけど、私これ数少ない理解できるフランス語なので、この駅大好きです。モンヌベル。見ましょう。グランレックス。でもあれなんだね、スター・ウォーズが多分あるから、もうプラダとかじゃなくてヨーダだった。私の友達カメラ嫌いなんですけど、このまま行ってみよう。私にすればいいかな。クックー劇場に入ります。Let me ask, do you know your own ancestry? I don't. Mine died in the Victorian factories. Yeah, it's fun part. Bloodlines that all connected from prime ministers to presidents elected. Democracy, but somehow they're all related. But we're all related. If you go back through the ages, man rules over man. Yeah, it's more than inside. I feel like it's more like sun and water to grow flowers. Machiavelli said sometimes you need brute force. That's why it's so. はい。今日パリは休日です。ちょっと天気が良くなってきたんで、読んでる本持って外出てきました。カミュです。薄いから読みやすそうなんだけど、今60ページぐらい。面白くない、まだ全然かなり単調でね、ちょっと苦戦してますけど、はい、読み切りたいと思います。パリ今日お天気いいんですけど、めっちゃ寒いんですよ。なのでこの気温差にやられて多分風邪をひいたんだと思います。あ、そっか、その体調激悪で言ったプラダを着た悪魔2の話しようかな。結構残念だった。何がかっていうと、ファッション業界の厳しさを描いてるんですよね。なのに最後結構ご都合主義でかなりうまくいくんですよ。だからリアル行くんだったら、もうちょっと上の世代が次の世代にどうやって仕事を渡していくかっていう、こう世代交代を描いてほしかったし、逆にもうご都合主義ファンタジーで行くんだったら、もうぶっ飛ばしてコメディ幸せキラキラやりきってほしかった気がする。みんなどうでしょうね。私英語で見てフランス語サブタイトルだったんで、なんか多分ね、理解力ね8割ぐらいだと思うんですよ。だからまた日本帰ってみたらめっちゃ良かったって可能性があるんですけど、これね昔もあったのよ。トイストーリー3を映画館でロンドンで見てポロッと泣いたんだけど、日本帰ってきて金曜ロードショーでやってる日本語吹き替えで見たら号泣みたいなね。だから日本語で見るとまた全然違った感情になるのかなと思ったんですけど、なんか全体としてなんか同じだなみたいな、なのに最後こんなハッピーでいくんだっていうちょっと違和感があったかななんて思っちゃって、私的にはちょっとだけがっかりでした。でもね、アン・ハサウェイ時止まったぐらい綺麗だなとか、メリル・ストリープのなんかファッション毎回面白おしゃれだなとかプラダを着た悪魔の楽しさはありましたけど、みんなどう見ましたでしょうか。なんか私ね、普段本ばっか読んでるから、映画館で映画見ることも映像を見ること自体が多分少なくて、人よりちょっとで行くと久しぶりに行った映像体験でした。ぐずぐずの体調で行ったからっていうのもあったのかな。もっとテンション上げて行って日本語字幕とかだったらもうちょっと面白いと思ったのかもしれないんだけど、そんな感じで感じました。
おはようございます。もうね天気良すぎて今朝コーヒー買って、近くの広場にやってきました。なんか読んでる本が意外と溜まったんで、ちょっと朝がねまだ広場も人が少なくて、もうお昼過ぎになるといっぱいみんな日焼けしに来たり読書しに来たりで人溢れちゃうんですけど、朝ちょっとまだ人空いてるんで、この間にね本の紹介取ろうと思います。こうやってセットして靴の上にオズモを、こんなさ美しい公園で日本人が本の紹介してる声が響き渡るのもちょっと申し訳ないなと思って手短にやります。取れてるかな、ちゃんと単行本まで読んでなくて、まずちょっと読了した持ってきた文庫本から紹介しようかな。なんかそんなに今回超良かったって出会いが正直なくて、ちょっとがっかりしてるんですけど、これ1個 300g 例えばあって、でこれがなんかもう10冊になると 4,5 キロになってって、本当にこの本って大事なんだっけ、この本って読む価値パリであるんだっけ、私14時間連れてくんだっけみたいな。なので結構期待しちゃうっていうのもあります。日本で読んだらなかなかいいじゃんみたいな本なのに、フランスで読むとなんかこれは連れてくるほどのもんじゃなかったとかっていう、なんか自分なりのなんかちょっと意地悪な目線も入っちゃう気もします。はい。っていうのも踏まえつつ、ちょっとバババッと読了本紹介しますね。まず1冊目が本田陸さんの私と踊って、これは短編集になってました。で買った理由が、希代の舞踏家ピナバウシュっていうダンサーがいるんですけど、彼女の作品をベースにした物語があるって言ってたんで、それがね表題作かな、私と踊って、これを読みたくて、私ピナバウシュの映画見てすごい好きだったので、彼女の芸術性をどうやって小説に消化するのかなっていうのを気になって読んでみたんですけど、なんかやっぱ女陸さんだから全然読んでてずーっと読めるんだけど、やっぱりなんか女陸さんの良さを知ってるからこそ、なんかやっぱ短編よりも長編で楽しみたい作家さんだなと思っちゃって、まあかなまあかな、すごい偉そうですけど、これはなのでピナバウシュが気になって買ってみました。でなんか舞台系もしかしたら選書でいけるかもと思ってもう一個買ってたのがアンソロジー舞台ですね。これはタイトルの通り舞台とか 2.5 次元ミュージカルとか、そういうさまざまな舞台を題材にして書かれたアンソロジーになってます。私演劇見に行くのも好きなので、なんか自分の趣味と似通う部分があって楽しめるかなと思って読んでみました。面白かったです。結構どれもさささーと読んじゃったんだけど、なんか思ったのは、舞台をテーマにした小説を楽しむなら舞台を見に行こうって思ったかな。舞台好きな方とかはおすすめです。で次が今野敏さん継続捜査ゼミ。これは、前 Vlog でも紹介しましたよね。今野敏読みたい、何読めばいいっていう話をして、 YouTube のコメント欄にこれがいいですよって言ってくださったんで、買って満を持して持ってきたと。面白かったです。なんか最後まで気になっちゃってダダダッと読んじゃった。これストーリーがゼミの先生に警察官を引退した人が就任するんですよ。そこで昔の馴染みのあった現役警官とかを呼んで、過去の事件の進捗とかを聞きながら、じゃあもうゼミでちょっと演習の一個として解決していこうって言って未解決事件を追っていくっていう、ミステリーになってます。ゼミがどんどん本当の事件解決につながっていくっていう、ちょっと読んだことないストーリーでした。読みやすかったし、これ大学生とかいいんじゃないかな。本当に大学生の女の子、女子大の話なんですけど、5人組が出てきてちゃんと事件を解決していくスッキリさもあるし、この事件どうやってつながっていくんだっていう止められなさもあるし、これは読めてよかったけれど、ミステリー読むときって私結構ドキドキハラハラびっくりみたいな、現実では起きないぐらいのアドベンチャーを期待してしまうので、ちょっとストーリーが日常すぎたかな。私もゼミ生にはなれるじゃないですか。きっと大学のゼミって経験があって、そこでじゃあ事件を解決するゼミに入ろうって多分できると思うんですよね。でそのできる話でストーリーがいっちゃったから、ヤクザの抗争とか、時効まであと半年しかない事件を追う定年間近の警官とか、自分が想像してもなりきれないような人の人生に乗っかるのが好きなミステリーではね、私とするとちょっと現実すぎたかな。今度ビンさんの筆致はすごい読みやすかったんで、ミステリーちょっと他も行ってみたいなっていう風な。とにかく作品数がさすごくない？今野さんもうこんな書いてんだと思って、
ってことは1作ぐらい絶対もうこれはみたいなのあると思うので、また折を見て出会いたいなと思った作家さんでした。次、これはねすごい期待して持ってきました。津村きっ子さんの仮想式の行方。これチャッターズでやってる戦書マイスターさんの集まりがあった時におすすめしてもらって、もう迷わず買ったんです。これすごい面白いのが、仮想式って会社に好きでもないけど人生に張り合いを持たせるために仮想で好きな人を作るっていう仮想式なんですよね。もうタイトルとか言葉選びがまずもう秀逸で超読みたくなりませんか？私ここまでその推薦してくれた方から聞いてもうすぐ買おうと思いました。でその恋愛感情から始まらない、勝手にこう人生に張り合いを持たせるためにだけ作った好きな人、片思いの設定をどうやって楽しむのかなって思って追っていきました。これはやっぱ津村さんのちょっと皮肉で笑えるど真ん中明るい笑いじゃないというか、ちょっとシニカルな感じがすごい生かされていて楽しく読めましたね。パリで読んじゃったからかな。恋愛小説をちょっと期待していった中だと、とっても現実的な、本当に仮想で好きな人を作ったらどうなるかっていう思考実験みたいな小説だったんで、期待してたワクワクキュンキュンとは違ったけれど物語としてすごい面白かったです。でこれね、仮想式自体は100ページぐらいしかないのですごい読みやすいと思います。一人暮らしの女の子のリアリティとかがとってもこう追求されてるので、おすすめ。これ良かったかも。はい、あと2冊か。ほい、これずいぶん前に爆買いで買いましたね。伊坂幸太郎さんのホワイトラビット。これもようやく読めまして、これもね伊坂さんの中だとまあまあっていうか、私これ分かんなかった難しくないですか、ホワイトラビット。私伊坂さんだとオーディボンの祈りしかり、なんかもうちょっと分かりやすいはっっていうのをくれるのを期待してたんで、私これついていけなかったっていう自分のミステリー偏差値の低さを痛感した作品でした。面白いんだけどね、もちろん、作家作品だとやっぱ死神の制度とか、オーディポンとか、あとはフィッシュストーリーとかの方が好きかなっていう。みんな好きな伊坂作品ありますよね。なんですかね、なんかこれ絶対面白いですよっていうホワイトラビットが分からなかった私におすすめの伊坂さんのミステリーだったらぜひコメントで教えてください。読みます。最後、ブラザーズ。これはヤクザものですね。でくだらなかった、めっちゃ面白かった。でもね、これストーリーが面白いっていうよりもストーリーの合間合間にヤクザ用語っていうのかな、なんかね、ヤドクって言葉が出てきて読みますね。ヤドクは懲役用語の一つ。その懲役用語ってあるのが知らなかったからな。まず全国津々浦々の刑務所の就寝時間は午後9時と決まっており、午後8時50分になると房内に就寝10分前であることがアナウンスされ、死後はもちろんのこと、房内で立ち上がったり歩いてうろうろしたり読書をしたり書き物をするなど、寝ることと息すること以外の全ての動作が禁じられる。つまり朝の起床時間を迎えるまで布団の中に入っていなければいけない。それを持て余した人たちは雑居房なら窓際、独居なら痴漢口の真下に頭を持っていき、巡回担当の死角に入った暗闇の中で読書をするのである。それを夜読と呼ばれ、無論間に隠すれば懲罰となる。命がけで夜布団かぶって息潜めて本読むんですって、独房の中で。それがすごい笑っちゃって、この説明が私はすごい楽しくて、それだけでも出会った価値がありました。はい、という感じでバババッと読んだ文庫で持ってきた6冊ですね、紹介してみたんですけど、今回私が、もう1冊持ってきてた文庫本がババヤガの夜。これ紹介しましたよね、多分別の日に。がもうマジで良かったかな。あれが小説として今回の中だと一番私は面白かった。でもね、話題作だからさ、掘り出し物の作品をみんなに紹介したいんですけどね、なかなかやっぱ話題作は面白いっていう結論でした。で今何読んでるかっていうと、これ私読む本チャプターズブックカバーつけて読むんですけど、最近カミューの入り人読んでます。で最後、まだねパリいるのでここから何読むかって話しようと思うんですけど、検本いただいた本が何個かあったんで持ってきてます。小林小夜子さんのみんな好きが苦手、まだ販売する前の出来たてほやほやの見本の本みたいな、読んでくださいねって書店さんとかに配られる本をいただきまして、でこの方小林小夜子さん、私読んだことないんですけど、アイドルだった君へっていう文庫本が有名ですね。なのでこっちはもう発売されてて、こっちがこの5月にほやほや単行本で出る作品
2つちょっとこれから読もうかなと思ってます。これもねいただいたんです。町屋良平さんのアイドル、太田出版さんからの献本ですね。これ何がいいって届いた時ビニール袋に入ってたんでさっき開けたんですけど、めっちゃ紙の匂いが残ってるんですよ。もう私本当に本の紙の匂い大好きすぎて、これ吸い込まれたいぐらいいい匂いなんですよね。太田出版の紙がいい紙使ってんのかなわかんないけど、とにかくいい匂いします。これも町屋良平さんは私作家さんとして好きな方で、四季かな読んですごい良かったんで、四季はチャプターズでもお迎えしたぐらい良かったですね。ジュブナイル小説っていうのかな、町屋良平さん2冊目、あとあれも読んだか、ワンラウンドなんとかボクシングのやつも。町屋良平さん、私としては3冊目の出会い、アイドルもちょっと読んでみたいと思います。という形で動画一旦 Vlog ここまでかな。はい、じゃあ私がパリで1ヶ月かな読んだ文庫本最後紹介してみました。ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。じゃあね。本当にいい天気だな。